1000年に一度しか取れないぐらいの希少な、それを告げと言われて、僕は現場監督になったんですよ。僕の店のコンセプトって珍しい魚を扱いたい、ブースだけに頼らずというか、全国各地から長崎壱岐からですね、ゴマフエダイというお魚ですねを、ちょっと洗いにしまして、下にですねわけぎとオクラ、上にですねキャビアですね、結構油ありますね。やっぱ回ってる油が。和食屋さんっぽいおつまみから始まるとテンションが上がる。幸せだ。なんかフエダイのこの熟成のちょっと粘りというかねっとり感と、オクラとわけぎのネバネバ感とキャビアのこのプチプチ塩味感がいい感じにマッチして。今日は鳥取から松葉ガニの方ですね。上はカニ味噌のソースですね。まっ。なめこの香りとカニ味噌のこの芳醇な感じが本当にすごいあって、なんか口の中にすごい広がる感じがするんですよ。これちょっといきなり先制パンチ食らいました。熊本、天草の海うなぎですね。いわゆる関東のふわとろ系というよりはしっかりこう輪郭があって、噛むとどんどん脂がじゅわっじゅわっとくる感じ。うわー、超贅沢な一口だ。僕の店のコンセプトって珍しい魚を扱いたい、全国から豊洲にないようなものを入れてるんですね。手前がですね、今日は純天然の松川ガレイ、はい。奥が、石垣鯛ですね。白身のお魚2種類、お酢昆布と、生醤油を炊き込んで、そこに昆布を練り込んだお醤油、はい。奥が自家製のポン酢ポン酢。1週間寝かしてまろやかに仕上げてますね。昆布醤油とポン酢。最初はソフトなんですけど、皮目のところのまだちょっと塩画っぽいコリッと感が美味しい。縁側付きで切ってます。ねっとり感がねっとり感ありますね。石垣はやっぱ余韻がすごい残っていくというか、また昆布醤油と全然違いますね。ポン酢はさっぱり食べれる。
松川カレイ、松川カレイもしくは松川ガレイ、松川ガレー、カレイですね。はい、すごいなんか沖縄の魚みたいになるし、でこっちが石垣。石垣鯛。1キロアップの大きいアナゴですね。デンスキアナゴというアナゴを、ちょっとしゃぶしゃぶにしました。下に、今日はですね、北海道の松茸一緒に炊き合わせですねしております。松茸とデンスキアナゴ。はい、もう松茸とデンスキアナゴのみですね。あー、すごいボリューム、ふわふわ。そしてなんかこんな食べ応えのある松茸は初めてかもしれない。デンスキアナゴでかいけど結構繊細なふわふわとした、でも食感もちょっとだけ残ってる感じと、松茸のシャキシャキした感じっていうか、結構すごいちゃんと噛み応えがあって、しっかり噛んで美味しい。噛んで、はい、美味しかったです。寿司気泊さんに行きたいってなったら、はい、予約はどうやったら取れますか？今食べログ、グルメサイトの予約と公式 LINE から両方ご予約いただけます。今グルメサイトからは6時のみ受付ですけど、 LINE とかで例えば7時貸し切りしたいっていう要望は受け付けているので、はい、柔軟に対応できるかなと思います。お昼も12時から寿司12貫と、はい、お寿司デザートで1万2000円っていうのでやっております。ガリ結構特徴的じゃないですかこれ。辛酸っぱいというか。宮城塩釜ですね。魚体が158キロですね。マグロいいっすね、うまい。でもほんと1分なんで全然濃くまだ使ってないというか。マグロは山行さん。1000年代。これの本体がこちらですね。うわ1000年代。これマダイとかとはまた違うってことですか？全然違います。1000年代っていうのは1000年の単位ですか1000年に一度しか取れないぐらいの希少な、そういう逸話もあるぐらいの珍しい魚、豊洲には多分来ないですね。これも産直。産直。九州ですか？九州、鹿児島ですね。鹿児島。食感があるけどかなり淡白。あ、でも油出てきた、後半来るわ。後半型ですね。産地の魚屋さんとのパイプの中から今日面白いの入ったよ、じゃあちょっと送ってくださいみたいな仕入れの仕方なんですか？そうですね。はい、これ入ったけど買う？いや、
ハマグリ今日はどちらから？千葉九十九里浜から。有名な産地ですね。硬いとことトロトロのところといろんな食感がある。うまい。ありがとうございます。この白銀の感じがねたまらない。甘いっすね。昆布の甘み。昆布当ててんだ。牛皮昆布は牛皮昆布なんですけどはい。甘いんですよ。これ味がついてる昆布なんですか？味牛皮が昆布っていうのはついてますね。酢漬けしたやつ。ああとですね、北海道、昆布森の、和風にですねと、隣にですね今年の新物の筋子をばらして、醤油漬けしたんですね。今日ウニイクラで卵丼になってます。最後にかけてたのってじゃあ卵黄、卵醤油、ちょっと卵醤油みたいな感じ。卵醤油、味濃っ、うまっ。これまた海苔が入ることによって全然違いますね。丼なんだけどウニとイクラの軍艦感もすごいあってちゃんと計算され尽くしてる。ほんとでもカマトロとかちょっと霜降り系っていうか甘いですね。甘いっす。油が。はい。シャリがしっかりこの強い油を受け止めてくれる。噛めば噛むほどうまみと食感が広がっていくタイプの。いわゆる赤ちゃんっぽさがないというかもうほぼスミイカ。あともう少し大きくなると思う。スミイカです。経歴でいうともうずっとお寿司屋さんなんですか？バイトから入ったんですよ、寿司業界。えいわゆる握る回転寿司屋みたいな。運よく、いい職人さんと巡り会えて板場の中に入らせてくれて、切り付けはないんですけど、いわゆる握るだけ、こう枝を取っておせですけど握るっていうのをずっとやってたんですよ、はい4年間ぐらい。はい。だから親がリフォーム会社なんですね。それを継げとほ言われて、僕は現場の監督だったんですよ。2年間やってたんですけど、2年経ってもその仕事が面白くなかったんですよ。建築2年間やって半年間またその会社に戻ったんですね、元いた会社に。う。でやった後になんかこれってステップアップ感がないなと思って、北新地のお店、高級寿司店に電話をかけてはい修行させてもらえませんかっはい。ていうとこから始まってるんです。で大阪北新地行って京都行かしてもらえるようになって銀座行かしてもらえるようになってっていう感じで今に至る。で銀座は銀座は5年。5年で独立されてやってらっしゃる。
サンマこれ昆布に当ててた。昆布に流皮昆布っていうはい。昆布になってますね。コハダと同じ昆布です。おお。うまっ。さっきその箱寿司作るときに味噌みたいなの入れてたじゃないですか。これの正体は結局何ですか？まあどんこしいたけですね。しいたけを叩いて、まあすり鉢で。やっぱシャリとサンマの油とちょっと昆布の旨味と多分隠し味のそのしいたけで海苔ですよね。なんかいろんな大将の手間暇がこう重なってうまさにこうさらに昇華されていくっていう意味で言うと、見た目以上にこれは食べたら分かるこの美味しさと、ほぼ噛む必要がないタイプの穴子。あ、うまいっすね。穴子ほんのり甘いというか爪も濃すぎない。低温でちょっとコト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 炊いてるんですけど、もうふわふわ系のこの混ぜ方ですか？このふわふわ感は叩き方。ああ混ぜ方もあるかもしれないです。こう空気を含ませながら、うん、やっぱりすごいなんか間が空いてるというか、そうです。いい意味で詰まってないというか。なのであえてこれで終わりです。上にかぶせてのりしろをつなげて終わりです。うんうんかんぴょう巻きとか鉄火巻きとかだとやっぱりしっかり箱を作って四角に仕上げて、これも何も考えずにもうまい、うわー幸せっていう感じの一口ですよね、このうまさは。大粒ダイヤっていう大粒ダイヤ品種のものです。ネタも結構個性的なものとか脂が強いネタとか結構パワー系のネタも多いじゃないですか。だからそこに負けないこうでもあくまでネタを引き立たせるみたいな性格の良さみたいなものもあるシャリなのかなって感じました。最後に寿司喜白さんのこだわってらっしゃるところとか大切にされているところってどんなところでしょうか？ブースだけに頼らずというか、全国各地からその周りのお寿司屋さんとか違うような魚だったり食材を使ってお料理したり、お寿司にそれを握ったり、僕関西出身なので、はい、関西の要素を取り入れてもらうことができたらいいなと思ってます。驚きがたくさんあったお任せだったので非常に楽しめました。ありがとうございますね、本当多分知られたらなんかこう自慢したくなるようなお店のような感情タイプのお店かなと思ったので、ぜひぜひ心身ともに健康で、はい、おかみさんと2人で二人三脚で元気に頑張ってください。本当に今日美味しかったです。ありがとうございました。